上のところ今年も出たらしいな。何でも赤い瞳を持つオーナー、ビルゼンビール一杯。小僧、下の毛はちゃんと生えてんのか？うっさいな。黙ってビール出しゃいいんだよ。小僧はミルクでも飲んでな。ガキ、こんなところに来るんじゃないわ。小僧じゃない。ビール2杯。ありがとう。以前とある骨董屋さんであなたを見かけたわ。どうやら私たちここまでは目的地が一緒だったみたいね。女と小僧、そんな二人こんなとこに何しに来たってんだ？この近くに古い城があるって聞いたんだけど、そこに行くつもり。どうしたの？あの城はな、近づいたら命はないと俺たちの村じゃ言い伝えられてんだ。兄ちゃん、本気かい？もちろん。村の入り口の引き子のところへ行きな。大した度胸ね。自分もそう思う。でもみんなからはいつも子供扱いされるんだ。確かに可愛い小僧さんね。これでどう？さっきの話は聞いていた。城には魔物が住んでいるらしい。子供が行っていい場所じゃないわ。探し続けているものがあって、どんな危険を冒してでも見つけ出さないといけない。では一つ忠告を。好奇心は猫を殺すということわざもありますよ。ご忠告感謝します。ただこの一歩を踏み出すと決めたんです。そうですか。でしたら少し眠っていただかねば。この感じ違う。この人顔は同じだけど空気が全然違う。この人危ない危ない。おいった陰口を叩くからだよ。おい、何やら揉め事みたいね。外に出ましょうか。これからどこに行くつもり？あちらへ。そう。残念。良き旅を。あなたもね、小さなレディー。運命はあなたを止められなかった。ならば行きなさい。その先に待ち受けているものが死であろうと。あの人の目、いいえ、全く違うわ。このままだと私はきっと大変な目に遭うわ。そうだ、もしあのお嬢様を見つけられたら。レンコ暗い。ここはどこ？
石の床に石の壁。ゲームのダンジョンか何か？メリー！メリー！どこにいるの？寒いわね。やっぱり空が見えないところは心細いな。早くメリーを見つけなきゃ。フラン、ご飯よ。ご飯を食べないと力がなくなるわよ。嘘つき、嘘つき、姉さんの嘘つき。メアリーが作ってくれたぬいぐるみどこにもないじゃん。だってメアリーの匂いがしないもん。メアリー城の結界が。悪い人がいるの？心配しないで。私が追い払うわ。また美味しいケーキが食べられるの？ええ、きっとね。お姉ちゃんが用意してあげる。姉さん気をつけてね。殺されないでね。進むしかないよね。すみません。誰かいませんか？あなたは